こんにちは、清水和夫です。2015年、雪道走破術、走破術というとなんかこう人間のドライビングテクニックみたいな話に聞こえますけども、実はウィンタードライブで一番大事なのは装備。冬山に登るのも同じですし、アウトドアスポーツやる時も装備が大事ですね。ですから、そこにお金をケチらずに、最善な装備、安全面にはお金をかけてしっかりした装備で行くと比較的簡単に雪道を走ることができると思います。まずナンバーワンですけども、タイヤ選びなんですね。でこれはポルシェ996型のカレラ2です。4輪駆動じゃなくてリアエンジンのポルシェ、もうスポーツカーの代名詞みたいな車ですけども、こういう車で雪道なんてそんなバカなみたいなことを考えてる人いると思うんですね。もちろんポルシェだけじゃなくてフェラーリにしても最近はマクラーレンにしても、そういうスーパースポーツで雪道なんていうのはもう絶対に考えたくないみたいな状態だと思うんですけども、実はこの911のカレラだけは別で、こいつはリアエンジンなのでものすごくトラクションがあるんですね。で自分自身もそういう経験はたくさんあるし、実は我が家にスマートがあるんですが、スマートは RR なので、ウィンタータイヤスタッドレス履くと、そこそこの、雪道、しかも上りのワインディングをトラクションがいいから登ってってしまうんですね。そういう経験があるので、この RR のポルシェは実は、スタッドレスを履いて遠くまで冬ドライブに行きたいって思わせる車なんですね。そこがポイントで、スポーツカーだからサーキットオンロードだけじゃなくて、ポルシェに限って言えば雪道も走りたいと思わせるものがある。で実際このカレラにはカレラ4というシリーズ4輪駆動がありますから、決してスキーヤーズスペシャルではないんですけども、ヨーロッパではポルシェが承認する、ウィンタータイヤがあるんですね。ですからそれを履けば何の問題もなくポルシェカレラと雪道のタイヤを手に入れることができますけども、日本はちょっと事情が違ってスタッドレスタイヤという特殊なツルツルアイスバーン用に開発されたタイヤを持ってますから、日本ぐらいなんですね。山坂があって気温が0度 C 近辺で水が一番含んでる雪道アイスバーンが多い国というのは、ですからそういったところで、使えるタイヤっていうのは世界にあまり例がないんですけど、スパイクを禁止した時に日本だけがそういう特殊事情でスタッドレスタイヤが開発されたわけですが、実はアイスバーンは今日はですね、ここ来た時マイナス15度ぐらいだったんですけど、15度だとかなりグリップします。0度 C 近辺に近づいて暖かくなっていくと水が生じますから、滑る原因は実は水なんですね。ですから、スタッドレスタイヤを履いても注意しなきゃいけないのはアイスバーンですが、その時の外気温が問題で、0度 C からマイナス5度ぐらいのアイスバーンが多分一番滑ると思いますね。マイナス10度より下がってしまうと冷凍庫に手入れた時にくっついちゃいますよね。ところがオンザロックの氷はもう表面がツルツルしますから、水が油のような潤滑油の役割を行いますので、水気を含んだ路面が一番滑りやすい、そこでスタッドレスタイヤ。しかし問題なのは、ポルシェのような前後異形サイズで、しかもタイヤが最新のポルシェは20インチですから、そういうタイヤサイズがなかなか日本のタイヤメーカースタッドレスとして持ってないですね。ポルシェは現地で20インチの991型ポルシェの承認タイヤありますけども、残念ながら日本ではまだ売られてないので、結局自分たちでサイズを探しながら選ぶしかありません。今回この996に関して言えば、17インチのベースモデルがあるので、ポルシェ標準ではないで承認タイヤではないですけども、市販されているタイヤを選んでるんですね。でこの場合も私はもう多くの人に勧めるのはもうミシュランを勧めてます。それはミシュランからお金もらってるとかそういうことじゃなくて、ミシュランはやはりオールラウンドな性能を考えてますから、もちろん日本のスタッドレス旭川で開発してますから日本の使い勝手もいいんですけど、ドライの性能ウェットの性能、いろんな性能を総合バランスで、非常にバランスのいい性能を持ってるんですね。ですからこういうポルシェのような車に履かせてもタイヤがよれなくて剛性が低いということがなく、そこそこ走ってしまうんですね。それでこのタイヤ選びがまず雪道走破術ナンバーワンなんですけど、この装備をしっかりとすることが
第一条件ですね。ただ雪道の場合は気象状況をよく見て、冬山の登山と同じでもう吹雪が来るとか低気圧が来るとか、そういう天気予報が来たら高速道路だって一般国道だって通過できなくなる、通行止めになる場合が北海道なんか多々あるわけですから、もうそういう気象に敏感になっておく必要がありますね。君子危うきに近寄らず、そういうような場合は、そこのそういう気象条件が悪いところには行かないというのが大事ですね。そういう情報を持ちながら十分な装備で安全運転をしていってもらいたいと思います。で2番目は、スタッドレスタイヤ装備をしっかり持ったら、十分安全運転をするんですけども、一つはどうしてもオーバースピードになりやすいのと、最近の車四輪駆動が多いですから、ちょっと滑りやすい路面で、スタッドレスタイヤでもかなりスピードは出せるんですね。4つのタイヤで加速性能高いですから。しかし止まる性能は二輪駆動も四輪駆動も FF も FR もそんなに大きな違いない。制動距離はやっぱ伸びてしまうんですね。加速性能は速い。しかしブレーキ性能はそんなにタイヤと路面の摩擦係数なりの制動距離になってしまいますから、その落差にごまかされて、四輪駆動が昔ちょうどレオネで私が全日本のラリー始めた頃に、この長野県あたりではよく売れたんですけども、ただ死亡率も多い。四駆だとスピード出しちゃうので、二輪駆動の人たちがゆっくり走ってるところをもうガーッと強引に抜いていく、そういうようなSUV とかオフロードカー、あるいは四駆があったわけですね。ですから四輪駆動を乗ってる人は楽にスピード出せますから、それを使わないで一般の二輪駆動と同じような感覚でスピードは控えめ、四輪駆動の能力をいざという時のために取っておくことが大事ですね。止まる性能、加速する性能、曲がる性能、この3つの性能があるとしたら、四輪駆動は加速性能だけを上げた乗り物なので、止まる曲がるはやはりタイヤと路面との摩擦係数で決まってくるんですね。そこが誤解しないように、ウィンタードライブを楽しんでもらいたいと思います。車の装備が終わったら今度ドライバーの装備なんですけども、冬はどうしても太陽の位置が低いのですごく眩しくなったり、雪では乱反射を受けるので、今日こんな派手なサングラスしてますが、こういう、UV カットもしくはその雪道の乱反射でも有効なサングラスを持つこと、そして靴なんですけども、これも非常に車から降りた時につるっと滑って転んでよく頭を打って大怪我する方がいますから、雪道にふさわしいこういう靴でいいんですけど、実はこれはアグの靴なんですが、靴底が意外と薄くて、アクセルコントロール、ブレーキコントロールのこのタッチが通常の運動靴あるいはレーシングシューズと同じような感覚で、ペダルを操作できるんですね。ただ冬山の長靴みたいなものだと靴の幅が大きいと、特に右ハンドル車でペダルがちょっと左に寄ってるような場合はアクセル踏んだ時にブレーキも一緒に踏んじゃうようなこともあるので、ペダルいつもと違う靴を履いてますから足元にも十分ケアしてもらいたいと思います。あとは厚着したくなるんですけど、運転する時はコートを脱いでこういう状態で運転してください。厚着してシートベルトをすると、この厚着の分だけシートベルトが実は緩くなってるんですね。でぶつかった時にドライバーがどうしてもストロークしてしまいますので、しっかり拘束するためにはこのブワブワしたオーバーコートはちょっと脱いで後ろの席に入れてこういう形で運転してもらいたいと思います。